台湾はゴミ出しのために残業ができない？日本は分別が細かい。日本と台湾でこんなに違います。ゴミ出しのルール、文化の違いを徹底解説。 KKT の吉村さやです。今日も台湾ジャーナリストジョエル福澤さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、私が台湾に行った時に驚いたことがありまして、台湾と日本のゴミ出しの違いが全然違うということにすごく驚きました。高雄市にジョエルさんと行った時にゴミ収集車が街の中をすごく走っていて、音楽がね鳴るんですよね。なんだっけ？あります。エリーゼのためにだっけ？エリーゼのためにと乙女の祈り2曲決まってるんだ。2曲ありますので要するに台湾の北台湾と南台湾の方が歌が違うです。それがもう一つ面白いの方は、台湾のゴミ収集車の方がただゴミ収集だけじゃないです。地方自治体の宣伝、例えば今蚊が多いから、皆さんはねやっぱり気をつけてよ、水の方がもう水たまりがやめなさいということで話あるじゃない。市長から直接録音して、皆さんこんにちは、私は高雄市の市長と陳其邁です。なんかそれでやっぱり皆さんは今夏になってますので、だからやっぱり何々を気をつけてよ、何々を気をつけてよ、宣伝のなんかそういうこともあるんですよ。ゴミ収集車で回りながらね。そうです。そういう放送でされますので、ある意味で媒体です。媒体。そうですよ。やっているのがその一番驚いた理由が、道路にずらーっとゴミ袋を持って並んでるんですね。皆さんゴミ収集車が来るのを15分ぐらい前から。でそれでみんなゴミ袋だけを持って来たら自分で入れるというシステムにすごく驚いて、日本ではそんなことしないので、これはすごいなと。でこの待つために、ゴミ収集車を皆さん待つために会社で残業ができないとか、今日はゴミが来る日なんで早く帰りますみたいなのが通例として行われているというのが、すごく文化の違いを感じたんですね。そうなんです。ちなみに私の子供の時はね、ゴミは日本の同じのような置き場があるんですよ。ゴミ置き場があるんですよ。置き場があるんだけど、でも日本と同じで問題があるんですけど、ガラス問題があるじゃない。ガラスがやっぱりちょっと鳥はね、カラス。鳥のカラスですね。そうカラス結構あるじゃない。なんかやっぱりゴミの浅い手とかもやっぱりなんとかも美味しいものとかピックアップするとかも結構あるじゃない。そうですね。それで散らばっちゃうとね、ゴミが散らばりますので、だから結局環境にあまり良くないじゃないなと思うんですよ。台湾の方がガラスがないけど、でも犬とか猫とか多いですよ。はい。だから同じのことになってる。だからみんなはね、ゴミ置き場はね置いてはいけませんと決まりました。だから置き場がないだけど、じゃあどうすればゴミ出す方法ですかと。じゃあやっぱり音楽流れて、みんな同じの時間でなんかやっぱりその時はみんなはねゴミと全部足しても自分のゴミそういう収集車に入れてくださいというシステムは決まりましたので、最初は本当になんか慣れてない人も多いんですよ。なぜというと会社の残業があるならやっぱりちょっと時間はずれたということは、ゴミずっと家に置いてなければいけません。そうだから解決方法は、土日の方がゴミ収集車の増便でなってます。普通の方はタイプなんか1日午前中と午後はね2便でなってるんですけど、でも休日要するに土日の方が3便とか4便のなってるのもあると思います。じゃあ1日に何回も回ってくるんですか、その地域に。大体はね普通の方が2回で回ります。平日の。そうなんですね。そうだから昼間大体はね、昼間の方は大体1時くらいが1回転になってます。それで午後の方は
だいたい、7時とか、8時くらい。で、1日2便があるんですよ。なるほど。今、菊陽町にかなり多くの台湾の方が移住していらっしゃるということで、なかなかそのゴミの出し方がわからないんじゃないかっていう話をジョエルさんとなったんですね。で実はこのように今日持ってきたんですけれども、菊陽町のこのゴミの分け方出し方っていうで今日は燃えるゴミの日ですとか空き瓶ですとかあるんですね。で大体大きく分けて日本の分け方、まず燃やすゴミ、これ菊陽町の袋なんですけど、燃やすゴミです。これはい燃えるようなゴミはこちらに入れます。はい。で、次に燃えると言っても紙は分けて出さなきゃいけないんですよ、はい。新聞紙とかね、はい。雑誌とかで、それは、資源物のこういう緑の指定袋、菊陽町では緑です。これに出します。はい。あと牛乳パックとペットボトル、段ボール、布、この辺も全部違うんですね。燃えるゴミじゃないんです。はい、資源ゴミです。なるほど。燃えるんですけど燃えるゴミじゃないです。こうやって分別してリサイクルとか違う形でまた使われるっていう形になってます。でこれは埋め立てゴミ、これは燃えないゴミですね。はい。これ燃えないゴミ、こんな感じで燃えないっていうのはいろいろありますね。例えば割れたガラスとか、こういうコップとか割れますよね。でこう割れたものとかはこういう埋め立てゴミに新聞紙か何かに包んで入れたりとかで、菊陽町ではここに名前を書くそうですね。で名前がなかったら収集できませんってこう書いてます。だから地域でこういうルールが、それ、熊本すべてそういう名前変えてはいけないということですか、それとも菊陽町だけですか。で私は今熊本市に住んでるんですけれども名前は書かないです。でも大体分別は一緒で燃えるゴミと、瓶と缶、ペットボトルと、プラスチックゴミ、あとは特定品目って言って電池とかあります。電池は燃えないゴミじゃなくて特定品目っていうものになってまして、また別の日に出さなきゃいけないんですね。なるほどね。はい。であと紙と、だいたい週に1回とか空き缶とかがあります。台湾はね、これだけしかないです。台湾これだけしかない。簡単ですね。そうです。簡単です。それで一般ゴミと資源ゴミ2種類。簡単といえば2種類分別しますので、資源ゴミの方が新聞紙とか紙とかもやっぱりそれが一つ。もう一つは家の情報の中食べ残りの植物食べ物残飯ですね。残飯の方がもうやっぱり別でやってますんですよ。だから台湾の方がゴミ収集車はね2体で1組でなってるんです。要するに1体の方がこういうゴミを収集する。もう1体の方は要するに資源車という名前変えたから、だから例えば紙とかなんとかもやっぱりそちらで置いてますので、だから台湾の方はそういう分別あるんですけど、ただしこれがもうやっぱり台湾の方は各地方自治体の色が違うんです。これ色。そうですよね。それは一緒です。日本も自治体によって。もし台北市のそういうゴミ収集車が置いてほしいなら、台北市のゴミのバッグがね購入しなければいけない。だからなぜこういうほらちょっと見えますよね。そういうレーザーのレベルがあるじゃない。あるでしょうね。ありますあります。それがなぜというはこれはねやっぱり他のやっぱり依存するのならないようにそういうことで考えしました。コピー用品が出ないように。コピー用品の出ないの方がそれが大事なんですよ。コピーする人が出てくるっていうのが面白いんですけれども、なかなか日本ではない考え方。日本の方がもうちょっと考えられないと思う。だってこんなのコピーしてもどうしようもないもん日本で。いやでもたくさん足すならもうやっぱり財源にちょっとなくなったと思いますよ。そうですね、財源にね影響しますけど、私も以前プラスチックごみの行方を取材したことがありまして、
実は日本ではプラっていう表記があるんですね。でそのプラが回収されていろいろとこう選別されて、例えばですけれどもクリーニングを出した後のハンガー、黒いハンガーになったりとか、医療廃棄物のゴミ箱になったりとか、そういうものにプラスチックゴミがなっているっていうのを取材したんですけれども、私日本人でもどれに該当するのかわからないっていうものもあるいるんですか？ありますよ、ありますありますよ。例えばじゃあ入れ歯とかどれに該当するんですかって言ったら入れ歯は燃やすゴミらしいんですけれども。そうですね。入れ歯はどういうゴミ入れですかね。歯は燃やすゴミなんですって。燃やすゴミ？はい、だからそういうのも全部こういう冊子に書いてあるので、迷った時にこうやって見るっていうのも必要かなと思います。熊本に住んでる台湾人どんどんもう増えてますので、台湾のゴミ出し方とやっぱり今熊本の出し方はね全然違うと思いますなんですよ。熊本もやっぱりそういう厳しい分別の方が熊本の歴史関係もありますよね。ありますあります。水俣市などは水俣病があった地域なので、品目も細かく分かれていて、みんなでゴミを出さないようにしようっていう意識を市民が皆さん持ってるっていうところがあるんですね。だから結構ちゃんと皆さん意識高いと思いますね。はい、だからこれから、台湾人にやっぱりちょっとこれから、熊本に生活するだからやっぱり熊本の歴史とかもなぜそんな細かいのところがやらなければいけないというやっぱり理解しなければいけないと思います。あと熊本では今ゴミ出しの日を考えなくていいようなマンションとかも売り出されておりまして、台湾の方たちもそういうところに目をつけたりする人もいるのかななんて個人的には思っておりました。これが一番いいと思いますよねマンションの管理人さんが全部してくれるっていうパッケージになったマンションっていうのもあったりもするので、不動産を探すときに聞いてみたりしてもいいかもしれませんね。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。